追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第6話、川辺での新たな発見。川のせせらぎが響く踊りにユーマは腰を下ろした。透き通った水は冷たく、指先を蓋すと身震いした。昨夜の雨で山の雪解け水が流れ込んでいるようだ。ユーマは進化の条件を確かめるため何度も試行錯誤を繰り返していた。盾の進化で焚き火が媒介となったように、水もまた媒介の一つだと分かっている。でも水ならどんな条件でもいいってわけじゃないはずだ。流れる水、静かな水冷淡水。同じ水でも違いが出るかもしれない。ユーマは手持ちの古びた剣を取り出し、冷たい川の水に渡してみた。ピシッ。刀身にわずかな霜が浮かび、周囲の空気がひんやりとする。お、来た。もし冷たさも進化に影響を与えるんだとしたら、以前作った水流の剣は流れる水の中で生まれた。しかし今回はユーマは剣をさらに深く水に沈めた。川の流れは冷たく、手を入れているだけで感覚が奪われそうになる。もっとだ、もっと冷やすんだ。ユーマは水の中で剣をしっかり握ったまま川の中心に向かった。流れ込む雪解け水はどんどん冷たくなっていく。するとその瞬間、カキーン。刀身全体が一瞬にして白く染まり、淡い氷の膜が張った。冷えてたまらず剣を川から吹き上げると、周囲の水滴が瞬時に凍りつき、キラキラと光る結晶が剣の表面を覆っていた。頭に声が響く。氷剣特性、攻撃時に冷気を帯び、対象を瞬時に凍結させる。すげえ。冷たい水が媒介になったってことか。目を輝かせ剣を握る。刃に触れると指先に冷気が刺さる。進化の方向は温度や状況によっても決まる。新たな発見に胸が弾んだ。しかし同時に一つの疑問が生まれる。ユーマは今生まれたばかりの氷剣を手に取り、改めて進化の実験を試みようとした。この剣をさらに違う媒介で進化させたらどうなるんだ。例えば再び円にかざせば蒸気の剣になるのか、あるいは風の力を与えれば吹雪の剣になるのか。焚き火を起こし剣を炎にかざす。躯体が膨らむ。しかし何も起こらなかった。ダメか。一度進化したアイテムは二度と進化しない。それは水流の剣の時もそうだった。進化を終えたアイテムはそれ以上変化することなく、その形で固定される。じゃあやり直しはできないってことだ。つまり失敗すればそのアイテムはもう二度と別の進化を遂げることはない。選択を誤れば取り返せない。ユーマはその事実を強く意識した。続いて錆びた短剣を取り出した。冷たい水ではなく普通に流れる水で進化させてみよう。ユーマは短剣を川の水に沈めた。しかし今度は先ほどとは違う現象が起きた。じじじ。水中で短剣が不穏な音を立て、刀身が徐々に崩れていく。マジか。慌てて吹き上げるが遅かった。ポロ。短剣は跡形もなく崩れ去り、手元にはただの枝毛が残った。間に合わなかった。なぜ？手が震える。進化には利息がある状況によっては進化の途中で壊れてしまうこともあるんだ。つまり進化は万能でもない。失態すればアイテムは消滅してしまう。川辺に腰を下ろして息を整える。氷剣を手に頭を整理した。冷たい水で成功。普通の水で失敗。温度や状況によって進化は異なる。二度の進化はしない。消滅することもある。なるほど。媒介は目に見える物体だけではない。だとすれば自然環境そのものにも大きく影響を受けるのかもしれない。
大なことに気づいた。予測できるものだと考えること自体都合が良すぎるのではないか。もしかして進化にはどうしても避けられないある種のガチャ的要素が絡んでいるのではないか。もっと知りたい。この能力で俺はどこまでいけるんだろう。ガチャ的要素の発見。ユーマは川辺での実験を経て進化の条件が媒介や環境に強く依存することを理解した。しかしそれと同時に進化の結果は予測しきれるものではないということにも気づく始めていた。翌日、レーベンの市場は朝から活気に満ちていた。屋台から漂う果物の甘い香り、鍛冶屋の響く金属音、冒険者たちの高らかな笑い声。ユーマは市場に出かけると使い古しの装備を安く買い集めた。夕方近くまでじっくり物色すると宿に戻ってテーブルに戦利品を広げた。錆びた剣2本、折れた杖、小石3つ、割れた盾など試すならこういうボロボロの装備がちょうどいいよね。さらに以前スライムを倒した時に手に入れた小さな魔核も取り出した。魔核本当にこいつが進化の媒介になるのかどうかずっと気になってたんだ。まずは錆びた剣に魔核を触れさせる。歯が淡く発光し始め頭に声が響いた。魔場の剣特性魔力伝導。使用者の魔力を歯に通すことで斬撃に魔力を帯びさせる。手に取ると歯が漆黒に染まりわずかに魔力の波動を感じた。魔核は魔法属性か。これ強いぞ。興奮が抑えられない。魔核があれば魔法系の進化が狙える。次に折れた杖を進化させようと考えた。夜空に月がしばたく月明かりの下で進化させたらまた違った効果になるかもな。折れた杖を屋上の月明かりにさらす。しばらくすると杖がかすかに光を帯び月光の杖特性月光の加護。夜の間杖の柵から微細な月の光が漂い魔法の栄唱をわずかに補助する。杖の先で光が揺れる。星空とはまた違うタイプの進化だ。だが全ての進化が成功するわけではなかった。調子に乗って小石を媒介に錆びた剣を進化させようとしたが砕けた歯がボロボロに崩れ使い物にならなくなってしまった。失敗だ。無駄にしちまった。また別の錆びた短剣に小石を触れさせた時は毒の短剣特性ほろ毒不要。歯がわずかに紫がかり命中時に低確率で微量の毒が付着する。毒石で普通の石が媒介だったのに今度は毒の属性を持つ武器に変化した。予想外の結果に目を見開く。同じ媒介でも結果は予測できない。ガチャラ。やはり進化のルールには予測不能なガチャ的要素がある。さらに新たな検証をするため魔核を2つ同時に使ってみることにした。すると突然剣から不穏な魔力がほとばしりユーマの手を離れて宙に浮いた。勝手に動き始めたのだ。そして宿の屋根を切りつける。おいおいちょっと待てって予測不能な動きをする剣に翻弄され息を飲むユーマは慌ててそれを掴もうとした。止まれ。しばらくの間剣は暴れ回ったがやがて動きを止めた。ユーマは恐る恐るそれを拾い上げる。ウォーマ剣特性不安定な魔力放出。剣が魔力を暴走させ一定時間ごとに意図しない衝撃波を発生させる。扱いづら。剣を握る手がこわばった。魔核が強すぎると暴走する可能性があるのか。それとも2つだからか。いや違うな。もしかしたら自分のレベルが関係しているかもしれない。おかげで
以下のことが分かった。結果はランダムガチャであり、壊れたり暴走することがある。そして魔核を使うと魔法属性が付与される。ふふふ。とはいえ次は何を進化させようか